今回も畑の草を抜いてます。8月15日、前回の長雨の後から再び猛暑日が続いています。今回はヤギ小屋横のこの畑を草抜きしていきます。こちらもオヒシバがかなり太ってきました。さすがにもう根から抜かないとあとは大変になります。ここでもコミ乾燥がたくさんですが、実つきがほんと小みかんみたいですね。それでは西、画面の左側から作業していきます。雑草置き場を作ってたんですが、木材が腐敗してもうボロボロです。草刈りが落ち着いたら作り直す予定です。よし、では始めましょう。今回はいつも以上にカメラが熱停止してて、作業内容があまり記録されてませんでした。いつも草抜き作業は200倍速で編集したりしてるんですが、今回は最高で20倍速です。10分の1ですね。動きが少ない場面が多いですが、ご了承ください。やっぱりスマホじゃなくて専用のカメラを使うのが良いですかね。カメラを反対、東側に移動しました。立てかけているワイヤーメッシュを移動して西が来たらその手前もきれいにします。このワイヤーメッシュはイノシシ対策でよく使われているもので、近隣の畑では大変多く使われています。もうこの辺りでは夜中になると民家の周りでも頻繁にうろつくので、これでしがらみを作っておかないとすぐ荒らされちゃうんですよね。これはそのしがらみを作った時の余りですね。昨年2024年はこれでヤギ小屋のしがらみを作ったりしました。この石垣なんですが、イタビカズラやオオイタビなど吹きが強くて石垣は無植物はあまり抜かず軽く葉をカットするだけにしてます。石垣がのずいて薄いので良い補強になってるんですよ。ただ育ちすぎて石垣の隙間を塞ぐようになると排水できず崩壊の危険も増えるので、草を浮かないようにしながら良い塩梅になるように整えてます。夕刻が近づき日陰ができてきたので、再びカメラを移動しました。右側には抜いた雑草が山積みです。かなり多く見えますが、この時期だと2、3週間も経つと芽方は半分以下になります。それでも虫が湧きやすく、野菜や果樹にも良くないので、次は防腐剤を塗ってもっとしっかりしたものを作るつもりです。そのまま半年ほど寝かせてから堆肥作りして虫を殺し、最終的に畑に返せればよりベストですが、今日はカメラが何度も熱停
すぐ止まってました。バッテリーも劣化してるのでしょう。これで西側から2列完了です。次の列に移動します。右側の白いビニールシートの下には中古の漁業用網があります。思えばこのチャンネルのスタートはこの網の片付けからでした。今日もあまり撮影できてませんが、ここまで終わりました。あと半分というところでしょうか。あと3列ちょっとですかね。体調不良で1日空いて8月18日です。さて、残りはそれほどでもないので、今日で終わらせましょう。毎年、この時期は体調不良の日があります。暑くて水ばかり飲んで、お腹いっぱいになり、食事量が減るのが多分原因ですね。それでも酒は欠かせませんが、次はネットチャートです。これだけ厳重にネットをかけてても虫は入ってるんですよね。キャベツの葉もかなりかじられてます。侵入したのもいるでしょうが、もともと土の中にいるのもいるんでしょうね。畑の草抜きをしていると時期にもよりますが、うねの土の中にゴミ虫を追いかけたりもします。さあ、最後の列です。今回は映像の動きが少なく、字幕も内容が乏しくてすみませんでした。それでは最後、早回しなしで40秒ほど生